道具と材料です。和紙、ボールペン、生地用の消える茶粉もあると便利です。定規、針はビーズが通る針と普通地用ぐらいの針を使います。糸は、これはポリエステル 100% の60番の糸です。ミシン糸です。手縫い用の糸があれば手縫い用の方が縫いやすいです。それからハサミ類とクリップもしくは待ち針、表地と接着芯。表地は綿麻のキャンバス地。接着芯は不織布タイプの厚手を使用します。内布と10センチのファスナー、それからお好きなビーズを準備します。これは丸小ビーズです。生地に接着芯を貼ります。生地の裏面を表に向けて、接着芯の糊のついた方を下に向けておきます。当て布をしてアイロンで圧着します。接着芯が貼れました。型紙です。型紙はノートからダウンロードできるようにしています。概要欄にリンクを貼っておきます。一番外の線が裁断線、外から2番目の線が縫い代線、3番目の線が刺繍止まり線です。ポーチは手縫いで縫えるデザインになっています。ミシンを使う場合は刺繍の仕上がり線をもう7ミリほど内側にしてください。今回は和紙に図案を写します。和紙ならそのまま写しても大丈夫なんですけれど、せっかくこの間トレース台を購入したので、トレース台を使って写したいと思います。マスキングテープで型紙に和紙を固定します。角が分からなくなるので、角に印をつけてから線を引くようにしています。こうやって横をずっと描いて、縦をずっと描いて、斜めずっと描いていくと写しやすいと思います。写したものがこちらです。裁断線や縫い代線も写しています。2枚裁断してつなぎ合わせるときはこの線が端になるんですけれど、今日は輪立ちをしようと思うので、この縫い代線のところで型紙をカットしておきます。生地に和紙を縫い留めます。生地を表を外にして半分ぐらいに折ります。一応布目を見てまっすぐ通るように折ります。そしたらこの線に合うようにこの輪立ちをするところを合わせて仮留めします。何箇所か糸で縫い留めました。それではビーズを刺繍していきます。今回色を変えようと思うので目印をつけています。ビーズの通る針に糸を通して二重にして玉結びをしています。これはポリエステルの60番のミシン糸です。こういうビーズ用の糸だったら1本取りで大丈夫です。縦方向に全部刺してから横という順に刺していきます。針を裏から出して1針縫います。刺し始めから針を出して、こういう短いところは1粒ずつ、少し長めのところは2粒ずつ刺していきます。ビーズを1粒取ってビーズ幅で針を落とします。刺し始めから針をもう一度出して、もう一度ビーズに針を通します。ここは1粒で良さそうなので針を落とします。少し距離が空いているのでビーズ下の生地を1針すくって次の線のところに針を出します。一度縫います。こういう角の部分は線通り刺してしまうと角がはっきりしないようにさせてしまうので、ビーズが角に乗るように刺します。線からビーズ半分分ぐらい前に針を出してビーズを2粒取ります。ビーズ2粒分の幅で針を落とします。もう一度刺し始めから針を出して2粒のビーズに針を通します。またビーズを2粒取って2粒のビーズ幅で針を落とします。1つ前の2粒の
ビーズとビーズの間から針を出して、進行方向3つのビーズに針をもう一度通します。これ1粒で良さそうなので1粒ビーズを取ってビーズ幅で針を落とします。1つ前の2粒のビーズの間から針を出して進行方向2粒のビーズに針をもう一度通します。一旦針を落としてビーズの下の生地を1針すくいます。次の線上に針を出して1針縫います。今度のクロスのところは先ほどとは違って図案通りの幅で刺そうと思います。先ほどと同じように刺していきます。続けて同じように刺していきます。1粒ずつ刺すときはビーズを1粒取ってビーズ幅で針を落としてもう一度刺し始めから針を出してビーズにもう一度針を通します。次のビーズを取ってビーズ幅で針を落とします。今刺しているビーズの刺し始め、ビーズと前のビーズとの間から針を出します。ビーズにもう一度針を通します。ビーズの際で針を落として刺し終わりの処理をします。ビーズの裏で 1,2 回生地をすくって玉留めをします。続いて縦方向に刺していきます。刺し方は先ほどと一緒です。ここも角をしっかりと出したいので線より少しビーズがはみ出るように刺していきます。線上に刺していて後から角を作るのは大変なので角に入る方向でビーズを出して角を作ります。刺す方向が変わるので一旦針を落として次刺し始めるところから針を出します。また同じように刺していきます。ここも角を出すため少し図案よりビーズがはみ出るように刺します。同じように続けていきます。こういう風に縦つながるように刺していきます。横は後で刺します。縦方向が全部刺せました。次は横に同じように刺していきます。縦で刺せなかったところを埋めていくような感じです。このクロスの横のラインはピース1個だと少ないし2つだと多すぎるのでこういう風に方向を変えて刺してみました。2回刺します。ところを刺すときは一度生地をすくって次の刺すところに移動して移動した側でも一度縫っておきます。同じように刺していきます。
続けて刺していきます。最後までビーズが刺せました。そうしたら縫い代線をチョコペーパーなどで写してもいいし、1センチ分かりやすいのでそのままでもいいし、私はいつも切り付けをしています。印がつけられたら裁断線で裁断していきます。下絵を剥がしていきます。和紙が取りにくい時は軽く水で湿らせて取ります。あまり濡らしすぎるとそれはそれで取りにくいので、軽く湿らせるぐらいがいいです。表地がカットできたので、裏地をこれに合わせて裁断します。表地よりも少し小さくカットします。ファスナーポーチに仕立てます。作り方は以前の動画のものと一緒です。ファスナー、表地、裏地それぞれ短辺の中央に印をつけておきます。ファスナーは端処理をしておきます。表地とファスナーを中表になるように合わせ、印を合わせます。ファスナーのこの線に合わせて表地にファスナーを仮止めします。これに内布を中表になるように合わせて、ファスナーがつけられたらファスナーを出して、ここにアイロンを当てます。反対側も同じように縫っていきます。ファスナーと表地を中表に合わせて 5mm ぐらいのところを仮止めします。仮止めできたら、また内布を表布に対して中表になるように合わせて 7mm の縫い代で縫っていきます。ファスナー部分が縫えたら、表布は表布、裏布は裏布で中表になるように合わせます。ファスナーは半分くらい開けておきます。両サイドを1センチの縫い代で縫います。内布に返し口を開けます。サイドが縫えたら、厚みがある部分や角の部分の縫い代を少しカットします。縫い代の一部がカットできたら、返し口から表に返します。返し口を閉じます。返し口が閉じられたら、内布を表布の中に入れて完成です。